はい、どうもマフィア梶田です。そして隣にいるのが妹です。よろしくお願いします。はい、そして今回もゲストがいらっしゃっております。カメラマンをやってくださっているのは海野千佳先生です。カメラマンの海野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんで海野さんがここにいるのかっていうのは前回の動画をご覧いただければわかります。はい。で今日はですね、何をしようかなと思ったんですけれども、そういえばね、うちの妹がね、フェイトグランドオーダーを遊び始めたんですよ。笑っちゃいますね。初見が来た、新人が来たって。いや、私も難しいです。私も、割と初心者なんで。そういえば海野さんも俺がおすすめして始めたんでしたっけ？そうです。はい、両方そうですね。俺が布教して始めさせてはいるんですけれども、海野さんは見事にはまり、キャラクターデザインもし、お前もこれからハマるかなっていうのをちょっと見越してね、今回動画を撮ってるんですけれども、ちょうどゲーム始めたてで最初のガチャ、最初の11年ガチャか、あれで相当いい引きしてたのよ。本当に？あれね、俺がやってた頃とだいぶ変わってるから、今ってこんなに星4のサーバント出るんだって思いながら見てたんだけれども、ツイッターでね、妹が始めたってアップロードしたのよ、この写真を。そしたらね、どうやら神引きだったみたいよ。星4 1体は確定なんだけれども、星4が11年で4体も出てるんだよ。すごい。しかもバランスがいいのよ。エリザベート、ランサー、渡辺の綱、セイバー、エミヤ、アーチャー、まずこれ3機揃ってるの、3騎士が。すごい。3騎士が揃っていて、でその上でヘラクレス、バーサーカー。素晴らしいですね。完璧な引きですよね。完璧です。海野さんも最初の頃覚えてると思うんですけれども、ヘラクレスいると無敵なんですよね。いや、私、バーサーカーさんは切られる、攻撃を受けるといっぱい傷を負ってしまうので、かわいそうで、つい最近まで使ったことがなかったんです。すぐね、死んでしまってかわいそうで。そうだった、その話忘れてた。海野さん、優しさによる縛りプレイをしてるんですよね。死なないというのを目標。そうなんですよね。だからサーバントの犠牲が前提の戦略とかを絶対に取れないんですよね。はい。だから海野さんはそういった縛りプレイをずっと自分に課したまんま今第2部の、6.5 章まで進んでるわけだから。縛りプレイをしてるわけではないんですけれども、誰かが亡くなってしまうととても辛い気持ちになるので、心の底から感情移入してる。はい、だから誰も最初の3人だけでなんとか頑張るという。絶対にその HP がゼロにならないように戦うってことですよね。はい。レージュもヒットポイントを増やすために使う。復活させるために。はい。いや徹底してますね。それはね、だからそう思い出したんですよ。最初バーサーカー使うと楽っすよって言ってもかたくなに使わなかった。なんでかって聞くと、なんでバーサーカーはすぐ死んでしまうのってだからそのバーサーカーが死ぬところが辛くて見てられないからって、これ初めてゲームやってる人がそんな感想を聞いたから目から鱗でしたね。ステラとか言われたらもう本当無理なんで、ステラは一回も使ったことがないんです。アーラシュさんを永遠に使えない。あとチンキューも永遠に使えない。チンキューさんもお姿が大好きなんですけど、チンキューさんがのなさりようはちょっと私とは相入れませんでした。そうなんですよね。いやちょっとね思い出しちゃったんですけれども、海野さんとは違ってお前もどういうプレイスタイルになるかわかんないんだけれども、最初にその3騎士引いてバーサーが引いてるわけだから、ぶっちゃけだいぶ楽になるわけだ。私戦闘に連れて行ったことがないんですけれども、ヘラクレスさんは絆をマックスまで上げると、仲良くなると絆レースをくれて、それを使うと死にづらくなる。死にづらくなるというかほぼ死ななくなるね。ガッツがいっぱいかかるって。多分
レースをつけるだけで3回分ぐらいガッとつくの。そう、うんでだから私今ずっとヘラクレスさんと旅をしていて、そのマックスカードの絆レースをつける日まで彼は戦場に立つことが絶対してなくなったヘラクレスだったら安心して使えると。つまり永遠にうまく使えば永遠に死なないんだよね。もうなんかでもなかなか親睦を深めてくださらなくて、オベロンさんとヘラクレスさんをずっとこうサブパーティーのとこにいてもらってるんだけれども、全く絆が増えていかず、そうね、長い旅ですね。でもヘラクレスに関してはそれほど苦労はしないと思うんで、なんとなく連れ回していればそのうちマックスになったんです。オベロンがトップクラスに上げづらいと思います。オベロン気難しいからね。ウーノさんがデザインしたオベロンってキャラクターはトップクラスに上がりづらいよね。オベロンさん弾きたいな、ガチャで。多分ね、いつか復刻すると思うけど、そのタイミングで頑張って弾いた方がいいよね。いつか帰ってきてくれるといいな。最初のカルデアでオベロン弾くと、2ブロック賞で結構偉い目にでもそれを楽しみにしていた方がいいの。そう。最初に引いたサーバントとかがストーリー上でどう活躍するのかっていうのを見どころだから。今始めてさ、どんくらいまでするんだ？4勝目くらいかな、今。4勝までいってたらとんでもねえってお前。寝食忘れてプレイしてるよ。今、先日始めてもう4勝までいってますわ。冬季の第4節でしょ。そうだね。4節だよね、冬季の。最初の冬季の4節だよね。いや冬季の4節か、覚えてます冬季。俺もうっすらしてるんですよ、もう記憶が。クーフリンの兄貴が頼りになった覚えしかないな。クーフリンの兄貴。メモ取らせていただきます。メモを取る、ゲームやんのにメモを取るんだ。まあいいよ、熱心だね。びっくりしたよ。なんか話理解できる？理解はできる。どういう話だった？F0でフェイトグランドだって。ちょっとお前の初見の新人のその噛み砕き方を聞きたい。未来都市。未来都市。研究をしている人たちの研究所が爆発しちゃって、それで研究が続けられなくなったけど、世界滅亡を阻止するために英霊さんたちを召喚して、その悪者と戦わせる。大体やってる。大体やってんだけど、すごい分かりやすかった。分かりやすいね。多分フェイトとかの設定を全く知らない人が説明するとこうなるのよ。で、フェイトを全く知らない人に説明する時も多分こうなるのよ。分かりやすい。でも一つ間違ってるのが未来都市ではない。ちょうどその現実の時間軸と合わせてて、新年を迎えるタイミングで第1部が終わったのよ。エンディングを迎えたの。で、日の出を見つめながら、ここから新しい、1年が始まるんだみたいな感じで、ちょうどね、現実の時間軸と噛み合ってて、それがものすごい感動したんだよね。すごい、それは羨ましいな。いや、これは本当に最初から遊んでる人だけが得られるボーナス。そうですね。みんなね、始める時期がまちまちだから。そう。2017年に始まって、2000何年だったかな、ちょうどエンディングを迎えた時に、バッチリその現実の時間軸があってたの。これは楽しいね。スマホゲームで徐々にシナリオを更新していくからこそできたことであって、これはね、本当にうまくそのゲームシステムを現実の時間軸に合わせた恒例だと思う。スマホでやった回があったっていうのね。お前にとってはだいぶ未来の話だからその感動は自分で味わってほしいんだけれども、お前の推しキャラが、推しサーバントがどうなっていくかっていうのが結構興味深くてね。フェイトって歴史上の人物とか神話の人物がベースになってるんだよ、やっぱり英霊として登場するのね。なんか歴史とか神話とかで好きなキャラクターとかいる？人物といるね。例えば F10 実装されてるかどうかは別として挙げてみてたら、例えば、ギリシャ神話の、ヘラクレスじゃなくて、ヘラクレスってもう私が引いた人だよね。そうケンタウロス、ケイローンっていういる。ケイローン先生いるわ。ケイローン好きなの。
いたよね、慶論先いますいます。生いるよね。しかも先生なんですか？あれ師匠なんだ。知的な感じの人。そうそうそう。ああ、そうか、慶論好きなんだね。いるよ、普通に。よかったね。他には画家さんとかもいるの？いる。画家は今のところ、葛飾北斎と、レオナルド・ダ・ヴィンチも一応含まれるかな。女性の。あとゴッホ。ゴッホいるの？すごい。まだいたかもね。ちょっとパッと出てこないんだけど、絵描きまだいたよね。いなかったっけ？絵描きまだ。私のから入れない？いやでもいいよ。曖昧な状態でいいよ。全部覚えきるなんて俺も無理だ。FG 面白いところって、生前絡んでた相手が死後こうやって英霊になってまた再会するじゃない。そうなった時にあの時こうだったよなみたいな話もあるから、そこでまた仲悪かったり良かったりとか、実は歴史ではこうだったけど実際はこうだったりとか、いろんな面が見える。それは楽しい。それがすごく面白いんだよね。ある意味ではその歴史の二次創作っつうのかな、歴史とか神話の二次創作っつうのかな、フェイトはそういうのが面白いんだろうな。戦いがやっぱメインだから、基本的には戦闘能力を持ったサーバントっていうのが多いんだけれども、中には例外もね、なぜかサッカー縄にめちゃめちゃ戦えるとか、シェイクスピアとかアンデルセンとか。今後が楽しみやね。ちなみにケイロンってさ、何がきっかけで好きになったの？ケイロンって文武両道？両断？文武両道そうだね。ですよね。文武両道。それであと執着心とかがないっていうのを神話の話を読んでて、なんだろう、潔いんだよね。でその生き様がかっこいいなって思って。いいね、いいとこつくね。だったら FGO のケイロンをきっと好きになれると思う。楽しみ。すごいナイスガイだから。馬の姿ではないんだよね。ちゃんと下半身馬だ。そうなんだ。ケンタウロスだろ、あの人。そう、ケンタウロス。上半身人間で下半身馬だ。楽しみだな。ケイロンの先生はどっかで弾けるタイミングあるかな。ミート海野さんのお気に入りのキャラクターもぜひお聞きしたいですね。そうね、海野さんに聞くのは、そもそもこの人キャラクター作ってるから。おめでとう。私は個人的に好きなキャラよね、自分が作ったキャラに。すごく一番先頭に一緒に行ってもらってるのはダ・ヴィンチちゃん、小さいダ・ヴィンチちゃん。そう、レオナルド・ダ・ヴィンチ、これそうだった。お前今でっかいダ・ヴィンチさんしか見てないもんな。そうだね。いろいろあってちっちゃいダ・ヴィンチが出てくるんだよ。ヤングダ・ヴィンチみたいなのが出るんだけど、子供の姿クラスが変わるんだよね。楽しみ。その人が私とても一緒に戦ってると戦いやすい人で、ダ・ヴィンチちゃんが好き。海野さんが使ってるのは、ライダークラスのダ・ヴィンチ。ライダークラスダ・ヴィンチ。そうそうそう。だからクラスごとに実は同じサーバントがいたりするんだよ。ライダーのダ・ヴィンチ、キャスターのダ・ヴィンチみたいな。レオナルド・ダ・ヴィンチ確かに。あとガネーシャ。ガネーシャさんもいるんだ。ガネーシャは可愛かった。すごく可愛くて、象の姿で最初、石像の姿で出てきて、もう石像でオリボンをしてて、もうあまりに可愛くて、あの時初めていっぱいガチャを回してしまいました。このガネーシャさんとね、一緒に旅をしたいと思って。海野さんが初めて課金のタガを外したキャラクターガネーシャさん。どうしても欲しい、どうしても欲しい。そう。よっぽど可愛かった、もう。まあなかなかね、他のゲームじゃ見ない造形になってるから。素晴らしかった。最初嫌いだったけど、なんだか気になるやつになったっていうのがドーマンだね。ドーマンさん。ドーマンさん。メモりますね。はい、ドーマンさん。最初は怖いっつって苦手だったんだけど。やっぱりみんな推しキャラ一人二人はいるよね。俺はそうだね。一番最初に必死でガチャ回したのはネロ。ネロ、強そうネロ。ドットの赤い服の。そう、一番ベースのセイバーのネロ。はいはい。
もともとフェイトエクストラっていうゲームでね初めて登場してるんだけれども、そのネロが FGO で追加された時にまだピックアップとかなかったのよ、出やすいっていうシステムが全くなかったの、だからその時に、もうガチャ全部同じ確率なんだけども、ネロを出すまで頑張って引きまくるっていう狂気の沙汰を、全員同じくらい出るのに、ネロが出るまで回し続けるってそんなにアホなことやったね。でも引いたんですよ、見事に頑張って、推しキャラにはもう労力をいとまないから。そうだよね。でその後ジャンヌ・オルタは引いてレベル100にしたし、ホームマックスにしたし本当に入れ込んだね。なんでかっていうと、俺がモヤモヤしてたそのジャンヌ・ダルクの逸話に対して一つの答えを出してくれたから。オルタとしてね。そう俺はね、もうなんつうか正直立場的には敵なんだけれども、応援したくなっちゃったから、ジャンヌ・オルタの頑張れーってオルタ頑張れーだってあんまりじゃない、あんまりだから、せめてゲームの中でぐらい復讐を果たしてほしかったっていう面もあって、ただね、シナリオ進めると分かるんだけれども、結構いびつな成り立ちのサーバントでいろいろ事情があって、それを知るとまあいろいろ考えさせられることがあるというか、ジャンヌとジャンヌ・ウォルターの関係性と、なぜジャンヌとジャンヌ・ウォルターでここまで考え方が違うのか。勉強になるね。歴史の勉強にはなるけれども、ちょっと危険なことしながらあって、フェイトの知識で歴史を語ると公にする。だいぶ違う。だいぶ改ざんされてるから、改ざんっていうだいぶアレンジが加えられてるの。歴史、本来の歴史からさらにちょっとそのフェイトならではのアレンジが加えられてるから、それを正しい歴史だと思って語っちゃうと公にするから。弓だと、王様ギルガメッシュさんを使っていて一番強いんだけれども、この人水着のジャンヌさんがあまりに面白いので、あと話す内容がね、ホップステップグレートオーシャンって言われちゃうからイルカさんのおかげですね。イルカさんのおかげですねとか多分、って言われちゃうと使ってしまう。ジャンヌがもう弾け飛んでるから、水着の方が。これは面白い。ジャンヌって結構真面目なんだけど、水着のジャンヌは結構弾け飛んでるね。なんかだから一番そうだ強いのっていうよりもやっぱ気に入ったサーブ使いたくなりますよね。でも今は伊吹童子さんに夢中なので、めちゃめちゃ強いからね。めちゃめちゃ強いし、とっても美人だし、声もいいし、素晴らしい。ゆうきさん本当うまいよな。ゆうきさんは本当に素晴らしい。あとは俺はやっぱ外しちゃいけねえのがジャック・ザ・リッパーかな。切り裂きジャックいる。強そう。ジャック・ザ・リッパーはまたちょっと複雑な英霊だから、今 FGO にいるジャック・ザ・リッパーって幼女の姿をしてるんだよ。ナイフを持った幼女の姿をしてるんだけども、別のジャック・ザ・リッパーはまた別のジャック・ザ・リッパーっていたりするんだよね。あ、そうなんだ。いつかそっちも実装されるかなって思ってるんだけれども、今俺がその気に入って使ってるジャック・ザ・リッパーは割と初期からいるんだけれども、声が丹下さくらさん、カードキャプターさくら見てた？見たことある。あるよね。カードキャプターさくらのさくらちゃんの声の。すごい。俺ら世代からすると、たまんないんだよね。親近感もあるし。でお芝居もいいし、キャラクター造形もいいし、あともともとのそのジャック・ザ・リッパーが登場した「フェイト・アポクリファ」っていう作品が俺好きで、でそっちの話も知ってるから、なんでジャックが幼女の姿をしてるかっていうのは、ぜひアポクリファ。もうぜひぜひ。ね。興味ある。小説でアニメにもなってるし、ゴッホも好き。ゴッホもいるんだね。ゴッホ好き。女性なのに。女性。ゴッホが女の子になってるんだけど、ゴッホに関しては純粋にゴッホってわけじゃないんだよ。FGO のサバントには一部いるんだけど、なんか混ざり物いるんだよね。この人とこの人が混ざってこの人になってますっていう。だから神話の人物と歴史上の人物が混ざってこのサーバントになってるってパターンもあるから、ゴッホはそのパターンで、イベントで登場したキャラクターだから、ちょっとイベントが復刻されないと、
遊べないんだけれどあのも、時すごい締め切り間際で、そうそうそうゴッホちゃんのイベントが終わらなくて、終わんなかったね。でゴッホちゃんも弾けなくて、後ですごく後悔した。残念。ゴッホちゃんはね、やっぱもともと俺ゴッホ好きなのよ。あ、もともと好きなんだね。っていうか俺ゴッホ関係の仕事をしとるのよ、以前に。映画見た？ゴッホ。見た見た、映画を見に行った。私も見た。ゴッホのアニメ映画。あ、アニメの方もあるんだ。あれ一緒に行きましたっけ、ゴッホのアニみたい。メ。実際の人間の上からもう一回絵の具で描き直して油彩のまま動くみたいな。油絵アニメーション。わかります。あれ見ました。私。見た？あれめっちゃ良かったよね。よかった。美術館みたいなのにも行った。でその美術館の解説記事みたいなのを書いた。インタビューかな。美術館ゴッホの特集というかゴッホ展の時に巡りながら写真撮ってもらってインタビューに答えてで、ゴッホの絵ってこういうとこがいいですよねみたいな話をしたの縁があるし、あと俺はゴッホ好きになったのは、絵は最初全然わかんないわけよ。俺は芸術家とかそのアートの世界にはさっぱりだから、あんまり味とかもわかんないし、でもゴッホの映画を見て人間としてめっちゃ好きになったんで人として俺この人のこと嫌いになれないわっていう、不器用な感じ、病んでる感じ、へらってる感じ唯一の親友とも呼べるゴーギャンとの関係性とかも踏まえると憎めない人だったんだよね。末路の悲惨さも含めてだけれども嫌いになれなくて、あと映画で見てるとゴッホめちゃめちゃ喧嘩強いの。アニメ見たでしょ。なんか断るごとに捨て頃をするじゃないゴッホ。実写版の方見た。実写の方見たんだ。実写の方喧嘩しなかった？してた気がする。結構喧嘩っ早いんだなっていう。血の気がある。そういうとこ見てて面白いなこの人って思ってすんげえ好きになってゴッホ実装されたから、弾いてみたらこれ可愛いのよ。中身っていうか元をたどるとおっさんなんだけれどもゴッホの病み方をそのまま持ってきたような興味深い。シナリオをこう噛み砕きながら遊んでった方がより楽しめると思うし、なんならそのフェイトの世界に触れるのも初めてなんだったら分かんないこともいっぱいあると思うから、その都度調べたりとか人に聞いたりとかして学んでいくと世界の奥深さがよく分かって分かった。じゃあまだ推しキャラとかは急がなくても大丈夫ですよね。これからどんどん見つけていけばいいと思うし、なんなら今ガチャをサービスしてる。1万円分いける。おごってる。できるの？ガチャ今引けるかな。私溜まってるかもしれない。いや多分溜まってその序盤じゃない。あ、本当？序盤じゃ溜まってないと思うから。紹介行くんだよね。今水着ガチャのまだ最中なんだよね、タイミング的に。水着ガチャ？そう毎年夏のイベントで水着の人が追加されるんだけども。そうなんだ。なんかシーズンであるんだね。そうそうそう。おー。どう？引きそう？これってお金払える？ちなみに今。払えると思う。私繋がってる。後でこれ1万円課金した分戻したわ。あ、これ買うこともできるってことね。そう有料でこの石を買ってガチャを回すこともできるわけな。今じゃ購入したね。だからスマホゲームお前初めてだから一応言っとくけれども、気をつけな。ハマってくるとマジで再現なくなってくるから気がつくと月に10万とか20万とか使ってるパターンあるから。そんな欲しいキャラが出るまで。そうほどほどにな。経験者を語る。ほどほどにな。わかりました。なんかそっちでなんかシャラーンガチャ引いとるなんかそっちで勝手にガチャ引いとる。そういえば予備符が持ってたって思って。かわいい。誰が出るかな？誰が出るかな？チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。